どうも、ボタニカリスティクスです。今日は考察シリーズとしてですね、フィカス・エベレストを取り上げたいと思います。ちょっと前にね、フィカス紹介でも、エベレスト取り上げたんだけど、今回は考察シリーズでこの学名についてね、ちょっとね、話したいなと思って今撮ってます。その前にその格好なんだって話なんだけど、最近ね、暑くて結構辛いんですよ。で、むしろなんでそんな格好してんだって話なんだけど、ちょっとね、どの順番で話してるかな。いつもの撮影って結構喋ってるんですよ。15分から20分弱ぐらい喋ってて、それで編集して10分以内にね、収まってる。いろいろカットしてるから収まってるんだけど、ほとんどね、なんでカットしてるかってね、汗かいて、汗拭いてる時間で、それカットしてんだよ。で、なんていうの、蒸散性が高いのね、僕。蒸散性っていう言葉あるのかなわかんないけど、耐陰性、耐寒性もね、高いんだけどね、蒸散性もかなり高いっていうのは、すんごい汗かくの。だからさ、髪の毛がだんだんさ、びちゃびちゃになってくるわけよ。結構拭いてるけど、なんか、わかるっしょ？なんか動画もさ、最初さ、涼しそうな顔してるのに、最後の方なんか暑そうで、こうやってポタッとか垂れてるやつもあったよ。確かどっかの動画で。もうそれ結構嫌で、そうなったらなんか簡単に拭ける感じ。結構ね、汗かいてるんだけど、もうここで抑えられてるから。これだったら。っていう感じでね、これいいなぁと思って。なのでね、僕はね、もう髪の毛を、髪の毛はね、切ればいいんだけどね、髪の毛を切ったらシャッと拭けるし。で、あとはだから、この季節が終わるか、髪の毛切るか、この季節が終わるか、するまではもうこの格好でいこうかなと思ってますよ。でもこれね、僕ね、いつもね、朝早く撮ってるんですよ。で、このままね、この撮影終わったらね、ジョギングするんで、ちょうどいいんですよ。この格好でジョギングしちゃうんで。っていうわけで、なんかちょっと怪しい人みたいになってますけど、この感じでいこうかな、しばらく。でね、今日はフィカス・エベレストについての話なんだけど、まずね、フィカス・エベレストの学名は、ちょっと言い切っちゃいます。フィカス・バスタだと僕はね、思ってます。で、これはね、僕がインスタでね、フォローしている人がいて、で、その人の投稿でバスタなんじゃないっていう投稿があって、で、それ気づきがあって、で、その後ね、いろいろ調べて、それでね、なんかもう確信してますね。なんでそんな学名について言うんだって話なんだけど、これね、品種登録されてるんですよ。品種登録してる時に、何の種ってちゃんとね、記載があるの。それがね、アウリクラータって書いてあるんですよ。多分、フィカスエベレストをネットとかで調べると、みんなね、書いてあるんですよ。フィカスアウリクラータエベレスト。そりゃそうなんですよ。だって品種登録にそこにも書いてあるし、登録した人がね、作って売ってる人がそう言ってるから。なんだけど、アウリクラータって、大葉イチジクっていう品種で、全然ね、エベレストと見た目違うんですよね。エベレストもね、ちょっとウンベラータに似てるようなんて話もするけど、アウリクラータの方がなんかもっとウンベラータっぽい感じする。葉のね、質がね、ごめん、僕ね、実物触ったことないんだけど、見た目からね、なんとなくアジサイの葉っぱみたいな感じなのかな。なんだろう。なんかちょっと柔らかそうな感じがするな。エベレストみたいなそういう厚みがあるっていう感じじゃないんじゃないかな。ちょっと違う葉っぱって感じがする。だからね、僕もね、そのアウリクラータ、大葉イチジク、欲しいんですよ。で、自分もね、手元でちゃんとね、見たいっていうか、育てたいというか、欲しいんだけど、ないんですよね。結局ね、調べようとしてもさ、アウリクラータネットとかでね、あるかなと思って探すじゃん。エベレスト出てきちゃうんですよ。そういう状況なんですよ。この学名が僕は間違えてんじゃないの？フィカス、バスタが正しいんじゃないの？っていうのが、この今日の考察動画のシリーズの一応本筋ですね。でね、エベレスト買うと、絶対にね、タグ、札がついてるんですよ。で、そこにね、フィカス、エベレストって書いてあって、で、その裏側見ると、農林水産省のパテント、要するに品種登録してるよっていうことが書いてあるんですよね。で、そこに ESPE1701 って書いてあるんですよ。これがね、要するに、そのね、品種の名前なんですよね。で、これね、農水省の方の品種登録の検索をね、すると、ネット上でできるんだけど、出てきますよ。そうすると、農林水産植物の種類っていう枠があって、そこにアウリクラータって書いてあるんですよ。要するに、これはアウリクラータですよ。エベレストは植物の品種としてはアウリクラータですよって書いてある。ちなみになんだけど、そこにね、下に輸出制限とか指定国とか、あと生産行為の制限とか、指定地域とかいう枠があって、そこね、全部でなし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 って書いてあって、で、これね、何なのかっていうと、何が言いたいかっていうとね、出願がね、令和2年、2020年って書いてあって、つまり令和2年ね、の7月とかなんですけど、種苗法の大きな改正があったのは令和2年なんですよ。
令和2年の12月かな。で、まあいろんなのがスタートするのが令和3年とかなんだけどね。例えば輸出国の指定とか。なんかそういうのはね、令和3年とかからもね、続々とね、いろんなね、規定が走り始めてるんですよ。で、まあそれまでにね、それ以降に登録出願した品種とかは、もうそういうのが、そこをね、決めるのがね、義務付けられたりとかするんだけど、それより前の品種も、令和3年のね、いつまでに届け出を出したら、ちゃんとそれ適用を受けられるよ、みたいなのがね、一応確か走ってたんだけど、そこやってないのかな？なし、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 みたいな書いてあったんでね。まあそれちょっと権利関係の話ね。でね、この品種 ESPE1701。まあこれがこのエベレストなわけだよね。ここエベレストはそれだっていうことが分かった。で、エベレストはアウリクラータ種だっていうことを、まあ一応公言してるということも分かったね。で、これが日本だけなのかなっていうことは気になるわけなんだけど、まあそれを調べていくと。で、そうすると、海外でも登録されてるということが分かった。まずは、そう、海外でも認知されてるかなっていう切り口でね、まあ調べていくと、まあね、RHS、英国王立園芸協会、まあよく話し出すよね。で、ここが、一応ね、ちゃんとね、乗っけてる、エベレストって。エベレストってね、書いてある。EVERES。それが、ちゃんとね、ESPE1701 がエベレストですよっていうんで、RHS は認識してる。っていう話。英国王立園芸協会 RHS のデータベースのところに、やっぱね、アウリクラータって書いてあるんですよ。僕がね、今ね、アウリクラータ間違えてるんじゃないっていう、バスターじゃないっていう話をしてるわけなんだけど、それはこれ日本だけの話じゃないってこと。要するに今僕よく話してるジンとかさ、例えばビルデマニアーナとか、なんか日本だけの問題とかもあったじゃん。で、一方で海外からもずっと引き継いでる、誤用の問題、レツーサとかミクロカルトとかね、あの辺の話とか、みたいに、国際的。このエベレストがアウリクラータなのか、で、僕が言うようなバスタなのかっていうのも、これもね、ちょっと国際的な事件だよね、もはや。この RHS も、だからエベレストは、まず ESPE1701 ではエベレストですということは、日本の登録状況と同じで、アウリクラータ種だっていうことも言ってるということが、まあそこまで分かったと。で、このエベレストに、この ESPE1701 のところに PBR って書いてあるんですよ。で、PBR って何なのかっていうと、これはイギリスの品種登録。要するに日本の農林水産省の種苗法による品種登録があるけど、それのイギリス版。イギリスでも同じような登録があるということなんだよね。で、PBR っていうのは何なのかというと、プラントブリーダーズライツ。プラントブリーダーズライツ。こんな感じ。で、要するに、育成者権。だよね。でこれって種苗法の、権利と同じ品種登録したときに、つくのは、育成者権なんだ。で、これはね、イギリス版ってことで。これね、イギリスも日本も同じ条約にのっとった法律だね。UPOV ってなんかたまに見ないですか？で、UPOV 条約っていうのがあるんですよ。国際的なね、この品種登録関係の国際的な条約。で、これにのっとった各国が法律を持ってるわけ。で、これが日本が種苗法でね、農林水産省が見る。で、これイギリスが見てるのが、この PBR、この権利なんだけど、PVRO っていう機関があるのね。イギリスの、農林水産省みたいなところの、直下に、そこに、あるんだ。で、直下じゃないか、その機関の中に、とにかくあるんだ。農水省みたいなのの中のどのぐらいのね、機関なのかわからないんだけど、そういった機関があって、で、そこがちゃんと与える権利。PVRO っていう、そうだね、それも一応ね、ちゃんと名前を言うと、プラントバラエティ R だ。Rights Office。プラントバラエティ Rights Office。そう。で、農林水産省、動植物衛生局とかなんかそんな名前だったと思うんだけど、その下に、ある、その一部の機関があって、で、そこが与えてる、育成者権が PBR っていうことだね。で、これを与えられてるよっていうのが、その RHS のデータベース見るとわかるという話です。そのサイトを調べると、下の方にもね、ネームステータスみたいなのがあって、そこにね、トレードって書いてあるんですよ。要するに ESPE1701 のエベレストは、これ植物分類学的な、何にも確証がないよっていう名前。要するに、流通名だよ、みたいなことを、RHS でもそこに載せてるね。要するに、変な話、学名が合ってるかどうかって保証しませんよ、みたいなイメージだよね。そういいや。で、イギリスでも登録してます、日本でも登録してますっていうことがこれで分かりました。で、今度、これ、エベレストってじゃあ、育成者賢者って誰って話なんだけど、最初に見たのが山田農園さんのカタログでエベレスト見たんですよ。なんで僕山田農園さんって思い込んでたんだけど、そうじゃないんだよね。オランダの会社がイギリスのそこもそうだけど、日本でも登録してるのも、オランダのね、スフラーベンザンテっていう
温室があって、そこでね、いろいろ作ってる、会社があるんですよ。で、そこが育成者賢者なんですよね。この人ね、実は調べていくとね、いろいろなところにね、いろんなね、品種登録とかね、で、アメリカ行けばね、米国特許とか、もうたくさん申請してるんですよ。で、そのフラーベンザンテ、この人たちが、登録するときの一つの、傾向として、ESPE1701 みたいな、これなんかちょっと暗号みたいじゃない？これ見ただけで、あそこの業者が登録してるんだって、知ってる人は知ってるって感じ。みんなね、同じようなスタイルなんですよ。でね、アメリカとかでもね、ベンジャミンとか、ベンガレンシスとかもかな。そう。結構ね、登録してるんですよね。出願してたりとか。結構大々的にやってんですよ、そういうことを。で、じゃあちょっと革命の話にね、戻って、ここからね、僕もちょっと考えもね、結構あるんですよ。これさ、結構決めつけみたいなとこもあるんだけど、フィカス、アウリクラータは間違いだと僕は思ってるわけなんですよ。で、バスタが本当だよって。これ間違えてるっていうことだと思うんだよね。っていうのはね、これ間違えって僕言ってるんだけど、一応間違えだと思ってます。ね。これちょっときっぱりちゃんと言っときますよ。というのはね、これから話すこと、結構これちょっとデリケートな問題だから、すごく慎重に話さなきゃいけないんだけど、もしさ、仮にね、バスタだったらだよ。バスタが正しいって、それは分類学会からの突き上げがあって、バスタが正しいっていうことが、周知されたとするじゃない。そしたらさ、この品種登録どうなるのっていうところが気になるわけよ。わかるってこと？わかるわな。要するにさ、バスタの野生種の原種だっていうことが分かったとするじゃん。そしたらさ、もともと言ってるそのアウリクラータの、その変種みたいにね、言われてるわけよ。こんな突然変異でこんなのができましたみたいな言って品種登録してるのに、いやいや違います、これバスタですよってなったらさ、バスタの普通なやつですってなったらさ、これさ、登録条件満たさないんじゃないの？イギリスの登録条件あんま知らないよ。でも同じ条約で成り立ってるから、種苗法と多分あんま変わんないと思うんだ。で種苗法の方に登録条件ってあるんだけど、そこにさ、なんか他と違うよとか、昔からその名前でずっと売られてないよとか、なんかいろんなね、条件があるんだ。たださ、そこにさ、その野生種を持ってきて、これは俺が作ったんだってやっていいよってなってないんだ。要するにちょっと変わってたりとか、それを作る人がいて、その作る人の権利を守るためにこの法律ってあるわけで、別に商標みたいにね、なんか見つけてきた、これ俺の権利だって、唾つけるみたいな、そういう法律じゃないんですよ。なので、バスタ持ってきて、これが例えば野生の原種だっていう、何でも変種でも何でもないっていう話であれば、品種登録自体が怪しくなってくるわけ。だから、登録条件満たさないっていう可能性が出てくるんで、ちょっとかなり慎重に僕も喋らなきゃいけないというのはあるんですよ。で、たださ、これさ、一つ問題なのは、やっぱり登録するときに、ちゃんとその第三者機関で、その植物分類学会の人たちが、本当にこれ、例えばアウリクラータ種だって言っちゃってるんだから、本当にアウリクラータなのかどうかっていう検証を、もうちょっとした方が良かったんじゃない？その専門機関がね。じゃないと、こうやって間違いが起きちゃうわけじゃん。この間違いが起きちゃったら、僕みたいなやつが出てきて、違うんじゃないかとか言って、で、なんか嫌な感じになるじゃん。っていうのはさ、もしだよ、仮にだよ、悪質なさ、それ分かってる確信犯がいたらさ、どう？例えばだけど、野生にね、バスタっていうのがあって、これあんま市場に出回ってない、誰も知られてないよねって。そしたらさ、ちょっと形が似ているさ、例えばね、ウンベラータとかアウリクラータとか、ウンベラータの変種とか言うとバレちゃうから、ちょっとあんまりマニアックな、アウリクラータ、これの変種だ、俺が作ったんだっていうことにして、革新犯的にその理論武装をして、それで登録すると。それで育成者賢者としてのね、パテントとしてのそのライセンス料とか、販売収益を得るという悪質なやつが出てきたっておかしくないよね。だからほら、ちょっと中国のさ、大谷翔平、商標権のあれみたいな感じで、問題もあったじゃん。で、ああいうことを考える輩が出てきちゃうよっていう、そういうね、僕警鐘を鳴らしてるという意味も込めてるんですよ。だからね、今回のエベレストの育成者権の持ってるね、この会社、オランダの会社もですね、間違えてました、すいません、取り下げますって、自らね、名乗り出てほしいなという気持ちはありますよね。誰かがね、取り消しを訴えるとかじゃなくて、そしたら、もしね、その自分たちで、間違えました、これ取り下げますね。で、バスタでした、すいませんってやったらちょっとかっこいいけどね、でもやらないわな。ここがやっぱりさ、植物分類学会とさ、育成者権とかね、こっちはさ、どっちかっていうとさ、商標とかさ、そっちもそうだけど、
ビジネスじゃない。で、これはいろんなね、品種登録した品種をね、作ったりとかして、こういうのをね、活性化するっていうのが一応建前であって、それをやった場合に、その人たちを守ってあげようっていう法律があるわけで、これどちらかというとビジネス路線じゃん。そっちとは全然さ、相入れないさ、頭の固い学者たちの集団だよね。うちの学名関係が。これやっぱりさ、ずっと切り離してる弊害だよね、これ。やっぱりこっちはこっちで、ちょっとお互いにさ、なんていうの、牽制し合うっていうほどでもないけど、ちょっと監視し合うっていうかさ、サポートし合う関係っていうのが作れたらいいなって僕は思うんですけどね。という話ですよ。ちなみに、この業者ね、アメリカの特許でロイとかもね、出してるんだよね。ロイもね、学名僕怪しいと思ってるんですよね。だからね、たくさんやってるとね、いろんな間違いも出てきますけどね。そう、以上になりますね。あとは、ちょっとネットでいろいろ調べてると、エベレストを紹介してる人たちね、SNS とかでも見るけど、グランディスで僕はね、トリコボタンじゃないかと思ってるんだけどね、グランディス。そうだ、トリコボタンの話も今度しようね。輸入規制の話ね。アフリカンプリンスは本当に輸入規制を受けているのかみたいな話もちょっとしたいなと思ってるんだよね。いいや、それはいいや。で、そのグランディスをエベレストと混同して紹介してる人結構たくさんいるけど大丈夫か？これ見てちょっと、私も大丈夫かな？ちょっと調べて、そう調べてみてくださいよ。そんで私の動画をね、チャンネル登録して待っててくださいよ。その話も難しいようか。っていう感じです。今日はね、ちょっとね、内容が難しい話になっちゃいました。こんな格好で申し訳ないけど、これね、やっぱ快適だわ。なんかね、汗が出ても、あんま出ない。ここで抑えられてるから。で、シュッと顔をね、サングラスを取ってね、シュッと汗拭いて、フュッとやって、また喋れば、あんまりカットする時間ないな。でも結構喋ってるね、今日は。今日はそんな感じで考察シリーズでした。ピカソ・エベレストの学名は、なんだ？バスタ。そのバスタだったとしたらっていう話もね、ちょっと僕の考えだもん。ほとんど僕の考えですよ。ただ最初の事実関係はね、みんな知っといてもいいかなと思いますね。これがどういうところで登録されてるかとか、どんな感じで登録されてるかとか、世界認識で、アウリクラータって言われてるんだよっていうこともちょっと知ってほしかったかな。じゃあ、今日のところはこんなところで。ではまた。